はい、皆さんこんにちは、キートです。だいぶお久しぶりですね。さて、本日は新しいウクレレを買いましたので、レビューしていこうと思います。見ていくポイントとしては、今からノバユー買おうとしている人にとって、実際音はどうなのとか、弾きやすいのとか、あとは初心者1本目としてどうかっていうところね。こういったところを見ていこうと思います。はい、まずは付属品から見ていきましょう。はい、このウクレレとやっぱり高価ですね。このバッグもねしっかりしてます。結構こういう5000円台のウクレレとか買うと本当にペラペラのやつついてくるんですけど、これはしっかり綿が入ってますね。結構しっかりしてます。あとはこういう付属品もついてきます。肩からかけるねベルトと、あとはカポっていうものね。これプラスチック製であんまり使う用途はないかもしれません。で、あとは替えの弦も入っているということで、長く楽しめるかなと思います。ただね、一個残念ポイントとしてはチューナーがですね入ってないので、初心者一発目で買うってなるとチューナーも別で買う必要があるっていうところが、少し、マイナスポイントかなと思います。はい、では本体の、様子を見ていきましょうということで、実はですね、私ノバユープロというものを持っております。はい、こっちはねテナーウクレレなんですけど、こっちノバユープロで、こっちがノバユーですね。何が違うんやっていうとですね、よく見てもらうとこのフレットなんですけど、これが金属でできてるか、こちら樹脂ですね。サドルですね、サドルの方もこれ別の樹脂で、はまってるんですけど、ノバユーの方はですね、これも一体成形っていうことで、取れないっていうところですね。で金属のフレットにするとやっぱり一個一個打たないといけないので、コストがあるんで、多分この、ノバユーモデルは樹脂のフレットを採用してるんだと思います。これも成形でおそらく一発で作ってるんじゃないかなと思います。で、樹脂フレットってどうなのっていうのを僕買う時に思ったんですよね。大体ウクレレってここ金属でできてて、フレットのところも木でできてるというところで、これは樹脂ってことで、ちょっと音とかねどうかなと思ったんですけど、実際意外とですねそんな気になることもなくて、弾き心地も全然金属と変わらない。むしろこっちの方が手が痛くなくて押さえやすいかなって思います。なので初心者の方にとってはかなり嬉しいポイントじゃないかなと思います。このウクレレね手に取ってみてものすごくびっくりしました。というのはこの弦の高さがものすごく低いんですね。これむちゃくちゃ良くて、安いウクレレだとこの弦の高さがですねものすごく高くて、もう1フレット目を押さえるの結構大変なんですね。これですね高いとやっぱりものすごい力で押さえないといけないですから、それをしなくていいっていうのがこのウクレレの大きなメリットかなと思ってます。余談ですけれども、なんでこのウクレレは弦の高さが低くできてるかっていうのを僕なりにちょっと仮説を立ててみたんですけど、普通のウクレレってこんな感じで木でできてるんですよね。でこのネックって呼ばれる部分も、木を削り出して作ってるんですけど、こう木を見てもらうとですね、いろんな方向に、木の繊維が走ってて、一本一本ここの反り方っていうのが変わってくるという特徴がありますと。でこれ安いウクレレはなんで原稿を高くしてるかっていうと、これはもう僕の予想なんですけど、あまりにも弦を低くしすぎるとこの途中のフレットとかに弦が弾いてる時に当たってビビビビビって音をするんですね。でそれでウクレレとして使い物にならないっていうことが発生するので、安いウクレレは極力、サドルとかナットを高くして弦をもう極力弦に触れないように高くしてるっていうのがこういうぶどまりというかね、不良率を下げるための仕組みなんじゃないかなと思ってます。一方このウクレレは樹脂一体成形っていう方法で作られているというところで、金型に入れて作っているわけですね。皆さんも経験あるかもしれないですけれども、チョコレートの型とかにチョコレート流し込むと毎回同じ形で出てくると思うんですよね。樹脂製にすることで形の個体差ですねがあまり大きくないっていうことで、この原稿をものすごく低くできる。
多分そういうことなんじゃないかなと僕は思ってます。最適化された弦の高さで毎回このノバ U っていうのは作れるから、こんなに弾きやすいんじゃないかなとこのように思います。なんで初心者向けとしてスペックとしてはありなんじゃないかなと思ってます。ただこれプラス、なんか安い1000円ぐらいのチューナーですね、チューナーついてこないので、買う必要はあるんですけど、チューナーさえ買えばこれ1本目でかなり優秀だと思います。では音を聞いていきましょう。はい、どうでしょう。音はね、僕的には結構いいなと思ってます。ただボディがね薄いのでそんなにボリュームは出ないですね。たださっきもずっと言ってる通り弦高が低いのでかなり弾きやすいです。ウクレレ自体のスペックと付属品と音と、弾きやすいかっていうところを話してきたんですけど、一番最初のウクレレとしてはものすごくいいウクレレだと思うので、購入検討されている方はいいんじゃないかなと思います。とデザインもね可愛いですし、このデザイン僕も結構気に入ってます。あとサウンドホールが、こっち向きにあるので、弾いてる人にですね音が飛んでくるっていうところで、ちょっとボリューム小さいっていうふうには言ったんですけど、弾いてる人向けにはですね結構音量があるかなと思います。本日はこの辺でレビューを終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。